合格。そんな、冗談でしょ。ありえない。お姉ちゃん、大変だよ、お父さんが。合格、不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 合格。お父さんが大変だって。ありえない。お姉ちゃん、お姉ちゃん。ここはミヤ。お父さんのことどれくらい覚えてる？お父さん、いつも忙しかったことしか覚えてないよ。そうよね。あの恩知らずどもを育てるのに忙しかった。恩知らず。独りよがりで恩知らず、他人の施しを枷として現実を顧みず、偽りの自由を追求する、そんな人々を救えると思って、そのために自分を犠牲にしたお父さんも愚かそのものよ。ねえ、お父さんのことそんな風に言わないで。どうして？お父さんは偉大なんでしょ？そうよ。たった一人で異論を排除してブルーマウンテンをアイギスに加入させ、戦いで犠牲者が増えないようにしたのはお父さんよ。でもブルーマウンテンにお父さんを英雄だと思ってる人がいる。どうせ裏切り者でブルーマウンテンの精神に背いた弱虫だと思ってるんでしょ。裏切り者の娘として私たちは何度も紙くずのように捨てられ、何度も嫌がらせを受けた。まさか忘れたの？もちろん忘れるわけないよ。だからミヤにはそれに影響されてやりたくないことを無理にやらないでほしいの。やりたくないことって何？私は首席で士官学校を卒業して首席でブルーマウンテン支部の内政部門に入った。支部では真面目に働いて一瞬たりとも気を抜かず、下っ端の事務員から少しずつアシスタントになって、最後にようやく理事長に、支部長になったの。私が自分に無理強いしてやりたくないことをやったのなら、今の地位に上り詰めることができたと思う？わからない。昔いじめられた時、いつも姉さんが勇敢にあの人たちと戦ってくれた。いつも怖がることはないって慰めてくれたけど、実はあなたが一番恐れていて手の震えを抑えられなかった。私は姉だから勇敢じゃなければいけなかったの。あなたはドライバーとして英雄になれば、あの恩知らずどもの差別もなくなると思っているんだね。でもブルーマウンテンではドライバーが英雄になる方法がないってことを知ってる？なら取るに足らない夢に過ぎないってことね。そう、あなたの妄想よ。でもその役立たずの妄想があなたをダメにした。死ぬほど恐ろしかったのに、妹の前に立って暴力を受けなければならない。夢を抱きながら家族のために自分の夢に重い枷をはめるしかない。いつだって自分に無理強いしてたのは私じゃなくてあなたでしょ。それ以上言わないで。お父さんがよく口にしていた言葉を覚えてる？若い頃に母親を守れなくて、私たち姉妹に申し訳ないってよく言ってた。だからお父さんは仕事を頑張ってブルーマウンテンを良くして、私たちが良い生活を送れるように努力しなければいけなかった。その時が来て、お父さんが支部長の地位を退くことができたら冒険を続けるつもりだった。お父さん、まだどこかへ冒険に行くの？姉さんがそう聞くたびにお父さんはこう答えた。今回は空に行くかもしれないな。ロケットで行くんだ。どうして空に？亡くなった人は空の星になるって誰かが言ったんだ。お前たちのママが空のどこかで私を待っているかもしれないな。この言い方はきっと上の世代の人特有の陳腐な言い回しね。
でもお父さんのこの言葉に私は気づかされたの。何を？アサシアは私の協力者でアカシアグループの総裁よ。彼女は箱舟の制御権を全て獲得してくれる。そしたら私はここを完全に離れて嫌な人や嫌なことから距離を置くことができるの。あなたはブルーマウンテンから出たいの？ブルーマウンテン？そうじゃない。私はこの星から出たい。入り口はここみたいだな。恐ろしく深いのね。ここが地獄の入り口だって言われても信じてしまう。地獄か。俺が見てきた地獄とどっちが恐ろしいんだろうな。時間がない。俺が先陣を切る。待って、先頭に立つナビゲーターがどこにいるのよ。敵ターゲットは発見されませんでした。周囲は現時点で安全です。これって本当？フェラの地下に工場が隠されていたなんて。こういった地下施設を作るのは難しくない。難しいのはアイギスの目の前でやることだ。ここは箱舟の真下だ。でもこの施設は一体何のためにあるの？この建物どこかカティアに似てる。むき出しのパイプは何かを輸送しているの？とにかくまずはフレックを探そう。これだけ時間が経ったんだ。何もなければ多くの情報を集めているはずだ。気をつけてください。待ち伏せされているっていうの？こんな大企業なのにゲストを迎えるドアボーイすらいないなんて話にならないんじゃない？限られた空間だ。数は多くないだろう。だが注意するに越したことはない。なんたって他人の家だからな。相手が本物のネズミでも 100% の実力を出すよ。ペストで死んだ人は現在よりも少ないかもしれないね。変です。この現在たちは地上の現在よりも速くて動きも機敏です。しまった。ナビゲーター！まずは偵察して行動のチャンスを待とう。命令確認。殲滅モード。ヘカトン経路形態起動。再生でコア出力制限解除。目標をロック。目標消滅。攻撃。敵の生存を確認。追撃を実行。目標消滅。
安らかに眠りなさい。攻撃。敵の生存を確認。追撃を実行。目標消滅。再装填。攻撃。敵の生存を確認。追撃を実行。目標消滅。命拾いしたな。けど今は一人で行動するしかない。ダプネ、イーダ、そっちは大丈夫か？ナビゲーターは生きてる？よかった。私は後でこの件をどう本部に報告したらいいか悩んでいるとこよ。ナビゲーター、私はネズミ型現在数匹にまとわりつかれました。戦闘終了まで約10分かかります。ナビゲーターはその間に安全な場所を探して私が行くまで隠れていてください。後ろにいる追っ手を振り切ったら私も何とかして2人に合流するよ。お前たちもバラバラなのか？あなたと別れた後、また5、6匹のネズミが湧いてきたの。ここには2人で戦うスペースがないから、私が何匹か別の場所に引きつけたってわけ。気をつけろよ。ここの現在は外のよりもだいぶ強いけど、ネズミはネズミよ。私、ネズミ捕りの経験は豊富なの。ナビゲーター、この施設の地下空間は思いのほか広いみたい。どれだけの危険が潜んでいるかわからないから十分注意してね。俺にできるのはこの10分の間動く何かに出会わないよう祈ることぐらいだな。通信信号？イーダはまだ言いたいことがあるのか？違うな。このコードはナビゲータフレック、大丈夫か？どうして音声がこんなに弱いんだ？何かあったのか？私は大丈夫。怪我はないか？どこにいるんだ？やっぱり俺が探しに行こう。ダメ。探しに来ないで。今どこにいる？ここから離れて。ナビゲーター。今どこにいるんだ？私は36階にいる。よし、待ってろ。切れたか。絶対に来ないで。よろしい、よくやった。共に王子様を待とうじゃないか。飛んで火にいる夏の虫だな。くそ。